僕分離発注って初めてなんですよ。キッチンパネル貼ってって言われてるんですが、配線先にしてある。誰が現場監督なのかもわかんないような状態なんで。今回のご依頼は YouTube の視聴者様。中古物件を購入された大家さんから分離発注で大工仕事を頼まれました。修繕した後、賃貸物件となります。こちらの畳の間はカビだらけ。合板もボロボロです。今までで一番カビが匂いがする。板が真っ白だね。ここは物置部屋となるため、床は合板仕上げとします。根太は尺5寸ピッチで入っています。既存の根太の上にさらに根太を尺まで取り付け、補強を兼ねた段差調整をします。通常のリフォームと賃貸物件のリフォームの違いは、施主様がそこに住むか否か、その時点でこだわりや優先事項がだいぶ変わってきます。こちらをもし部屋にするのなら、この上に DIY でフローリングを貼るのも良いでしょうね。新しい高圧の釘打ち機を買いました。使って初めてやる。マックスにするかハイコー機にするか、カズさんが悩みに悩んでやっと購入した釘打ち機。今回はより軽くてコンパクトなハイコー機を選びました。釘入れたらそんなに軽くない軽いと思って買ったけど、別にはな。別にまあでもコンパクトはコンパクト。全然違うんじゃないの？いいよ。すごい。めっちゃ打ちやすいかもこれ。釘入りすぎたら調整したってな。一応この合板が化粧となるので墨は打ちません。見た目が悪くならないように一定間隔で釘打ちします。ここにブルーシートを敷いてしばらくは私たちの資材置き場として使わせてもらいます。続いてキッチンの床です。私たちが合板を上張りした後、誰かがクッションフラワーを貼るそうです。点検口の蓋のビスをなくすのは大工あるあるです。分離発注とはその言葉の通り、施主様が直接各職人さんを手配することです。私たちは今回大工仕事のみをお受けすることになりました。分離発注は初めてでしたが、現場が近かったことやタイミングが良かったこともあり、工事させてもらうことになりました。根太のピッチがバラバラです。そして大きく沈下しています。根太の上に新たに根太を乗せ、段差を調整しました。継ぎ手で折れないようにできるだけまたぐようにして合板を張ります。本来なら大引きからレベルを調整して全てやり替えたいところです。今回はそこまでの仕事は求められていません。リフォームでは釘打ち機での早打ちはするなと言われます。この子めっちゃ使いやすい。次はこちらにキッチンパネルを貼るお仕事。
これがなかなかの難関の数々。今回、電気工事は施主様の知り合いの方が行っています。まだ途中のようですね。そしてクロスが先に仕上がっています。ちょっとやりにくいですね。ここにキッチンが来るみたいです。今回は据え置き型のキッチンを設置するそうですが、どのように収まるかは私たちは聞かされていません。ここに冷蔵庫か。小型のやつ置くのかな。分離発注って初めてなんですよ。どうしたものか。施主様が手配したガス屋さんがキッチンの設置をするようです。ガス屋さんが設備関係をやるっていうことなんで、誰が現場監督なのかもわかんない状態。キッチンの図面もないし、とにかくやってくれという感じで、排水の位置も何にも考えてない。肝心の図面がないので、パネルの張り分けもどうしたらよいのやら。このまんま水道つけるのかね。全部俺に任せてくれたら絶対にうまくやる。どう考えても収まりが悪く、このまま工事を続行するのはかなりリスキーです。ここ大丈夫なのかなっていう。分離発注は承知の上で引き受けたのですが、ガス屋さんの心配なんてしとったらさ、だいぶ表たんと違う状態です。ガス屋さんはその水道のあれはできないって言ってるらしいですよ。いろいろありましたが、なんとかキッチンパネルを貼り終えました。せっかくキッチンパネルを貼るなら、下地を組んで段差をなくし、全体的にフラットに仕上げるのが理想ですが、予算的なことや多職さんとの兼ね合いもあり、断念しました。限られた条件の中でできる精一杯の施工です。コーキングって難しいですよね。今回自分たちが管理監督できればもっと収まりよくできるのに、と思うことが多々ありました。露出の給湯リモコンもなんとかしてあげたかったな。今回の動画は施主様にとってあまり気持ちのいいものではないかもしれないことをお話ししたところ、いいですよと快く了承してくださいました。時々心配していただくのですが、我々も常にちゃんと利益が出るように施工しています。同じ地域のリフォーム屋さんの相場価格です。今回の施主様も予算の関係で内容を妥協してくださったりと、決して無理を押し通すような方ではありません。空き家なので、いつでも自由に仕事ができて、撮影もできることなど、こちら側にもメリットがあります。ちょっと不格好ですが、キッチンパネルを貼ることができました。分離発注ということもあり、私たちはこの後にキッチンが設置されたところを見てはいません。完成を見ていないのは、カズさんが独立してから初めてなのではないでしょうか。次に、キッチン横の押し入れをパントリーとして使えるように修繕します。ここも結構傷んでいて、めくってみたら下地がなかったりと結構ボロボロの状態でした。パイン材のフリー板で棚を作ります。見切りに使う紐材をカットしています。修理と木作りなどの準備で、ここは少し予算的に厳しかったので、
半日で終わらせたいところです。下地を修復し、ベニヤ板を化粧張りにして、フリー板の棚を取り付け、中段と下段の床にはフローリングを貼りました。なんとか形になりました。彼の作った感じするね。手作り感が。なんかね。出来はどうですか？出来は90点。満足度は？満足度は20点。この予算でやったっていう意味では90点から80点。やらかしました。戸が閉まりません。見切り剤に当たってしまいます。出来も20点になりましたね。もう一回パンってやって。1ミリどころじゃないな。多分大丈夫だろうと急いで仕事した結果、やってしまいました。扉が閉まらない系のミスは YouTube で3回目ですが、わざとではありません。仕方なく見切り剤を外します。なかったことにする。小口見せっぱなしで完成とします。完全妥協。せっかくつけた。人からの指示で妥協することよりも、それを自分で決めることは結構な葛藤があると思います。まあ、失敗は失敗で、妥協は妥協なんですけどね。工事は、これで終わりではありません。こちらは、隣にある B 棟のキッチン。こちらもこの状態のままキッチンパネルを貼ってほしいと頼まれたのですが、こちらもなかなかの難関の数々。というか、このまま貼るのはどう見ても厳しい。ここがソケットでもない一番やね。ここは私たちに任せてもらい、まずはいつもお世話になっている水道屋さんに来てもらいました。配管がね、こっちはどうかね、外がね。ステンレスにパネルは貼れないので取り外します。やってくれました。上手にやってるね。やっぱり水道屋さんね。そしてさらに問題なのが、キッチンパネル貼ってって言われてるんですが、配線先にしてある。今回、電気の配線は電気工事士の資格を持った一般の方によるものです。シェス様も建築のプロではないため、工事の流れが分かっていません。キッチン屋さんは多分ね、もう嫌がってやってくれないと思う、これは。これも貼らなあかんもんね。ここだけクロス時に感じ。まあいいや、文句言っとってもしゃあないで。仕事やでやろうか。はい。もうここだね。この配線をするのに材料も時間もかかったと思いますが、すみません。外します。どうやって収めるか、じっくり考えてる暇はありません。違いた。巣があるのかな、近くに。施主様には現状のままパネルを貼るのは不可能。下地を構築する必要があることを理解していただき、その分費用がかかることも了承してくださいました。凹凸だらけだったキッチンに下地を組み、
なんとかフラットな状態に持ってきました。キッチンパネルを貼ります。古い家なので壁は傾いており、直角なところはありません。ちなみにこの時夜7時を回っています。意地でも1日で終わらせたい。アルミの見切り材を丸ノコで斜めにカットします。パネルと既存の壁との取り合い部分の見切り枠を作ります。ウォルナットのオイルステインで着色して違和感なく収めます。ちょっと空いてしまいました。最後に隙間をコーキングします。なんとかパネルを貼り終えました。窓周りなどはすべてパネルで巻き込みました。1日で収めるのは大変でした。私たちの出番はここまでです。うまくキッチンが収まったことを祈ります。最近、中古物件を購入してリフォームし、賃貸業を始める方が増えているようです。大家業を営む方が初期コストを下げるために分離発注を考えるのは当然のことかなと思います。そこで気をつけたいのは、分離発注という方式は工事の責任の所在が曖昧になりがちだということ。図面や材料の手配、工程管理、各職人さんの連携、予期せぬことが起こった時のフォローは誰が指揮を取るのかなど、はっきりしないと工事が滞ってしまうこともあります。そして、主に DIY で修繕したお家を人に貸すという場合は、自分が住む家を DIY で直すのとは同列で考えるべきではないと個人的には思います。
今回の工事では他にもはちゃめちゃハプニングがいろいろありましたが、なんとかそれなりに解決しました。ということで、今回は分離発注のお話でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。